皆さんこんにちは。トニー高谷です。前回古い克実のキハ82のレッサー動画を投稿してから3ヶ月以上も経ってしまいました。本当に暑い夏で仕事を終えると何もやる気が出なくなったり、奥さんがコロナにかかったり、メインのパソコンは壊れたり、本当に時間を取られたりしました。車両の工作でも途中でやり方を変えたところもあって、さらに制作が遅れてしまいました。そんなことで冒頭から言い訳になりましたが、工作を進めていきたいと思います。まずはじめに手すり、タイフォンなど取り付けてあったパーツを取り外します。不要なものをすべて取り外したら、手すりやテールライトの穴を真鍮線で塞ぎます。真鍮線で穴を塞いだところです。ニッパーで余分な真鍮線をカットします。あまりカットできてないですね。ここで余談なんですが、ニッパーを買われる際は注意してください。こちらが、以前から使っているニッパーですが、長さ11センチほどで直径1ミリを超える洗剤には刃こぼれが心配で、あまり使いたくはなかったんです。それで、こちらの少し大きなものを、購入したのですが、先ほどのビデオのように根元まで洗剤をカットすることができません。ご覧のように、刃の部分が、へっこんでいます。それでもしもこれからニッパーを購入される方は、こちらの、刃先のタイプを購入されることをお勧めします。余分な出っ張りをヤスリで削っていきます。テールライト部分以外の余分な出っ張りを削り取ったところです。ところどころに元からのプレスによるへこみがありますので、後でハンダを流して修正します。こちらは元のタイフォンがあったところです。余分なハンダの除去を行っています。タイフォンがあったところに外径4ミリ、内径 3.6 ミリのパイプを取り付けます。ハンダ付けの前にジェルタイプの瞬間接着剤で仮止めします。へこんでいるところに真鍮片を当てたり、ハンダを流したりしたところです。ヤスリで出っ張ったところを削ります。こちらが余分なハンダや出っ張りを成形したところです。貫通ドアは作業中に取れてしまいました。
下準備ができて、これからテールライトとタイフォンを取り付ける作業に移ります。すでに片方の前面には試作も兼ねて先にテールライトケース用の穴を開けました。今度はこちらを使って実際の穴開け作業をご覧ください。まずテールライトの位置を決めます。帯状に切り出した方眼紙を当てて左右対称の位置になっているか確認します。なんでこんな面倒なことをするかについては後ほどご説明します。今度はノギスを使って再度確認します。カタンからの高さを決めます。決めたら毛書き針で印を打ちます。もう一度方眼紙の切れ端で確認します。まず 0.7 ミリのドリルで下穴を開けます。下穴が開け終わったら再度位置確認をします。少し位置がずれていますのでこちらの針やすりを使って修正します。この針やすりですが一番太いところで 1.2 ミリになっています。今はなき福原金属から販売されていたものです。もちろん現在では入手不可能ですが幸いなことにエコーモデルさんで同様のものが売られているようです。ところでどうしてこのような面倒な作業をしているかと言いますと、左のような切り妻の車両だとほぼ一発で位置決めができますが、キハ82ではご覧のように左右に交代角があるためです。それと以前の穴を直径2ミリの丸棒で塞いだのですが、厚さが前面パーツよりも分厚くなったのでドリルがずれやすくなってしまいました。1.5 ミリのドリルで穴を広げます。最終的に直径 2.3 ミリの穴を開けたいのですが、ドリルがずれまくっていますので、ここからは面倒ですがヤスリを使って穴を広げていきます。ほぼテールライトケースの穴開けが終わりましたので、ノギスと
方眼紙の切れ端で位置確認をします。ようやく穴開けが終了しました。なお取り付け穴は 2.3 ミリから 2.4 ミリに変更しています。ここで手すりなどの取り付け位置に印を打っておきます。テールライトケースの取り付けは後回しにして先にタイフォンを取り付けます。タイフォンにはこちらのものを使用します。それではタイフォンを取り付けていきます。すでに片方は先行して取り付けてみました。こうやって見ると何か元の克実のパーツの方がすごく存在感があって、あれはあれで良かったような気もします。タイフォンのパーツを取り付けるために直径 3.5 ミリの丸棒に直径 1.5 ミリの穴を開けます。パーツを丸棒に取り付けた状態です。パーツの裏側がキハ58の前面に合わせて斜めにカットしてありますので隙間が生じています。この点を修正していきます。万力に 3.5 ミリの丸棒をやや斜めに取り付けます。はい、それではヤスリで削っていきます。丸棒にパーツをハンダ付けします。未使用の丸棒を前面に作った取り付け穴にはめて丸棒の切断位置を決めます。切り出したタイフォンのパーツを前面にはめ込みます。ハンダ付けして固定します。ご覧のように隙間がありますので真鍮片とハンダで埋めます。はい、まだほんの少し余分なハンダが残ってますけれどね、タイフォンの取り付けが終わったところです。次にテールライトケースを作ります。外径 2.4 ミリ、内径2ミリ、それと外径 2.1 ミリ、内径 1.6 ミリ、それと外径 1.8 ミリ、内径 1.5 ミリの3種類のパイプを使います。外径 2.1 ミリのパイプの内径を 1.6 ミリから 1.8 ミリに広げます。ところがですね、ドリルで内径を広げたらパイプが膨らんで外径が太くなってしまいました。ちょっとピントが合ってないかもしれないでちょっと分かりにくいかもしれませんけども、ちょっと先っちょが太くなっています。こちらの、非常信号灯ですか。こちらを作った時は、特に問題なかったんですけどね。それで、こちらの外径 2.1 ミリ、内径 1.6 ミリのパイプを、外径2ミリ、内径 1.8 ミリのエコーモデルの細密パイプに取り替えます。
といっても今は手元にありませんので、通販で取り寄せることにします。はい、こちらがエコーモデルの細密パイプです。これ1本買うだけでも宅配の送料がかかってしまいますので、他のパーツと合わせ買いをしました。このイモンのカプラーはキハ82系に使用しようと思っていますけれど、それ以外はまだ先の使用予定です。使用する際にはこちらの動画でご紹介したいと思います。それで結局3本のエコーモデルの細密パイプを使ってテールライトケースを組み立てます。ドリルで内径を広げる面倒な作業もしなくて済みます。それなら初めからそうすればよかったんですけどね。はい、こちらが3種類の細密パイプを組み合わせて作ったテールライトケースになります。ちょっとピントが合ってませんのでね、ちょっと見にくいかもしれませんけど、こんな感じになりました。はい、こちらがテールライトケースの前面に取り付けたところです。本当はもう1台もお見せしたいところですが、まだ出来上がっていません。出来上がるまで待っていたら、さらに動画の投稿が遅れてしまいます。それでもう1台は次回の動画の冒頭でご覧いただきたいと思います。ということで、今回もご覧いただきありがとうございました。